ストーカーに縛られ薬漬けで殺害された女性。大きな論争を巻き起こした殺人事件の真相とは。1989年6月8日、カナダブリティッシュコロンビア州リッチモンド、廃屋の舗装を行っていた市の職員はその裏庭へ回った時、目の前に現れた光景に思わず青ざめました。死んでる。そこに転がっていたのは悲痛な表情を浮かべた女性の遺体。両手足を縛られた状態で固まっていたその遺体は、女性が壮絶な拷問の末亡くなったことを物語っていたんです。亡くなっていた女性は看護師のシンディ・ジェームズ。彼女は約7年間必要なストーカー被害に悩まされており、犯行はそのストーカーによるものと考えられました。そしてシンディを死に至らしめたその原因は、関係者の誰もが思わず言葉を失うものでした。そう、検視の結果、彼女の体内からは致死量の10倍の薬物が検出されたんです。ストーカーによって薬漬けにされ殺されてしまった女性。7年も彼女を狙い続けたストーカーの正体とは。あなたは見抜けるでしょうか。その人物が誰にも捕まらなかったその理由を。おさすけちゃんです。やみやみかです。やみやさん、僕前の動画でもね言ったんですけど、このチャンネルのナレーション僕じゃない人が入れてんじゃねえかってたまに言われる。言われるわね。前言ったじゃん。なんか、その動画でね、ケンちゃんだったのってコメントどういうこと？なんか本当に別の人が撮ってると思ってる。誰です？だとしたら誰よ。一定数いたんですよね。そんなさ、違った声に聞こえるって、でもあなた言ってたわね。なんか自分でちょっとかっこいい声にしてるって。まあちょっとかっこつけてる。かっこつけてる。そのおかげで癒されてるみんながいると思うと、もっとかっこいい声出したらいいんじゃないこれから。いや、ディス最後。本日ご紹介するのはカナダで起こったストーカー事件について。女性はですね、約7年もストーカー被害を受けるんですが、そのストーカー被害の内容っていうのは本当に意味不明で、何のためにやってんのかっていうぐらいの内容だったんですよ。犯人がそのストーカーしてる対象のことを好きとか、なんかそういう話ではなくてって話？そうなんですよ。明らかにね、女性に近づきたくてやってるのとはまた別の意図が見え隠れする犯行内容だったんです。そして女性は7年ものストーカー被害の末、最悪の結末に至るんです。そしてその最後の姿も思わず目を覆いたくなるものだったんです。7年目の結末。1989年5月25日、カナダブリティッシュコロンビア州リッチモンド。その日の夜、とある一軒家のインターフォンを鳴らしたのは一組の夫婦。夫婦はその家に住む女性シンディ・ジェームズに一晩泊めてもらう約束をしていました。それにもかかわらず、待てど暮らせど玄関先に現れないシンディ。変ね。夫婦は怪げそうに顔を見合わせます。家からは車がなくなっており、一見それはシンディがただ外出しているだけのことに思いました。しかし夫婦は胸騒ぎを覚えていたんです。なぜなら彼らはシンディからストーカー被害を相談されていたため。まさか変なことに巻き込まれてないといいけど。不安に駆られた夫婦はすぐに警察へ通報。捜査が開始されると間もなく、近隣のスーパーでシンディの車が発見されます。その車内は何者かに襲われたように荒らされており、そこには確かに血痕が残っていたんです。そして2週間後の6月8日、リッチモンド市内の廃屋を訪れた市の職員によってシンディの遺体が発見されます。あまりにも異様な遺体のありさまに背筋を凍らせる市の職員。シンディはホグ体という縛り方で拘束され、悲痛に顔を歪めながら死んでいたんです。ホグ体って初めて聞いた。何その縛り方？主にですね、拷問に使われる、拘束手法なんです。縛られるだけでも窒息のリスクを背負うかなり危険なものなんです。一体どういうものなのか。というわけで本日のメトラキーワード、ホグ体について。ホグ体とは、もともと豚などの4本足の家畜を縛る目的に用いられていた拘束方法。背後に回した手足をまとめて縛るこの方法は、窒息のリスクを伴う非人道的な拷問とされているんです。残酷なケースでは、手足を縛ったロープを首に回すようなことも。足を伸ばそうとすれば首が締まってしまうため、拘束された者は一切身動きを取れなくなってしまうんです。ホグ体で拘束され、人間の尊厳を踏みにじるようにして殺害されてしまったシンディ。犯人が彼女をもてあそんだ形跡はこの他にも多数残されていました。現場に駆けつけた警察はシンディの遺体を前に顔をしかめます。同じ人間のやることとは思えないな。その首にはナイロンストッキングが巻きつけられており、彼女が身動きの取れない状態で首を絞められたことを物語っていました。さらに異様だったのは、遺体のそばに置かれていた燃料タンク。そこにはオレンジのスプレーでこう書かれていたんです。ここでメス犬が死んだ。このほか腕に無数の注射痕が見つかったシンディの遺体。検視の結果、彼女の体内からはモルヒネ、ジアゼパム、フルラゼパムなど複数の薬物が検出されました。特にモルヒネに至っては致死量の10倍を超える量が注射されていたんです。
モルヒネは聞いたことあるわね。その薬漬けで殺されちゃったってこと？そうなんです。モルヒネは麻薬性の鎮静剤で、非常にね、依存性が高いんで、ここ日本では使用が禁止されてるんです。こうしてシンディにあまりにも悲惨な死をもたらした犯人。彼が7年間行ったストーカー行為も負けじと悲惨なものだったんです。狂気の始まり。シンディが亡くなってしまう約7年前の1982年10月。もしもし。電話の受話器を取ったシンディはあからさまに表情を曇らせました。またなの？そう、この頃からシンディの自宅に頻繁に無言電話がかかってくるように。たまに話をしたかと思えば卑猥な言葉を繰り返すだけ。あまりにも不気味な犯人のいたずらをシンディは警察に相談。しかし彼女はその行動を原因にさらなる恐怖を味わうんです。それは事情聴取に訪れた警察がシンディの家を出た直後のこと。このクソ野郎、捕まえてやる。電話口の犯人の口ぶりは明らかにシンディをどこかで監視していることを物語っていました。さらに翌日も電話をかけてきた犯人。警察に相談すれば安心だと思ったか。なあ、俺は今何してると思う？チャックを下ろしてドキドキしながら話してるんだ。キモすぎよ。到着とか仕掛けられてんじゃないの？かもしれないですよね。そしてここからね、この男のストーカー行為はさらにエスカレートしていくんです。ストーカー被害が始まってから数ヶ月経った頃のクリスマスの日、デートから帰宅したシンディは玄関先に何かのメモが落ちているのを見つけました。メモに書かれていたのはメリークリスマスのメッセージ。気持ち悪いな。そしてその傍らには喉を切られた女性の死体の写真が添えられていたんです。何よこれ。手に持っていた写真を思わず放り投げたシンディ。ただここまでの嫌がらせはまだ序の口。ある日シンディは帰宅と同時に庭の木に何かがぶら下がっていることに気がつきました。首をかしげながらその木に近づいていったシンディ。次の瞬間彼女はその場に凍りつきます。庭の木にぶら下がっていたそれは3匹の猫の死体だったんです。この後もストーカー被害は続き、なおも過激さを増していきました。電話がかかってきたり脅迫文が届くのはもはや日常茶飯事。犯人が自宅へやってきて刃物で切りつけられたり首を絞められたこともありました。挙句はシンディの自宅へ忍び込み放火まで始める始末。ストーカー被害は7年で約90件。意図すらわからない犯人の行動にシンディは完全に憔悴しきっていました。一方深刻そうに思い悩む彼女の様子を前に警察は次のように考えを巡らせていたんです。これは彼女の自作自演じゃないか。いやいや、そんなわけなくない？だって自分で猫を木にぶら下げたりとか家に火つけたりしたっていうの？実はですね、シンディの行動にはいくつか不審な点があったんです。見えない敵。ストーカー被害が始まった1982年10月、シンディは事件を担当した警察官パトリック・マクブライドと恋仲になりました。この件でシンディの人間関係を知ったマクブライドはこう考えるようになるんです。夫のロイ・メイクピースが怪しいな。実はこの4ヶ月前、シンディは18歳年上の夫メイクピースと別居し始めたところ、シンディはメイクピースから DV を受けていたというんです。そこからマクブライドはシンディと共に暮らし、彼女の生活を脅かすストーカーが夫であることをどうにか突き止めようとしました。そしてそれは2人が同棲を始めてわずか数日後のこと。シンディの自宅付近で不審な車を見つけたマクブライドは急いでその車へ駆け寄ります。おいお前、ここで何してる？まさかシンディを狙ってるんじゃないだろうな。そう、その車に乗っていたのはシンディの夫メイクピースだったんです。いや、めちゃくちゃ怪しいじゃない。夫はシンディに DV してたんでしょ？実は DV の話っていうのが本当かどうかね、怪しいんですよ。違う、ストーカーを捕まえようとしてたんだ。現行犯ならすぐに捕まえられるだろ。警察官のマクブライドに問い詰められ、とっさにそう弁明した夫メイクピース。マクブライドはそこから根掘り葉掘り彼に話を聞きました。するとマクブライドは次第にメイクピースがストーカーを働くような人物だとは思えなくなったんです。そもそも警察の事情聴取ではメイクピースをいい夫だと語っていたシンディ。 DV の情報はシンディの同僚や友人から聞き出したもので、人によって言い分を変えていた彼女の話の真偽は怪しいものでした。こうして夫メイクピースへの疑いは晴れ、彼と2人で協力してストーカーを捕まえることにしたマクブライド。ただシンディが電話や手紙などの被害を受け続けているにもかかわらず、2人は一向に犯人の正体を突き止められなかったんです。そしてそれはシンディへのストーカー被害が始まって3ヶ月が過ぎた1983年1月。ちょっとシンディ、しっかりして。シンディの自宅を訪れた同僚の女性は首にナイロンストッキングを巻きつけられた状態のシンディが庭で倒れているのを発見。女性が声をかけるとシンディはすぐに目を
覚ましましたが、氷点下まで冷え込んだ庭で長時間倒れていた彼女は低体温症に。シンディと同じく看護師だった女性はすぐに彼女を家の中へ連れて行き、体を温めながら話を聞きました。ガレージに無理やり連れ込まれて、中に男が2人いたの。そいつらに首を絞められて無理やり侵されたの。その後シンディは病院へ運ばれますが、診察の結果彼女に性的暴行の形跡は見られなかったんです。確かに怪しくなってきたんだけど、仮に自作自演だとしたらさ、低体温症になるぐらいまで自分の意思で外に倒れとくなんてことできる？精神状態によってはね、できる場合もあるんです。精神科医の見立てでは、シンディはいわゆる多重人格、乖離性同一性障害で自分でストーカー被害を演じていることに気がついていないと考えられていました。シンディは父親にストーカー被害を話した際、犯人が誰か分かっていると打ち明けています。しかし彼女はなぜか堅くなにその名前を明かそうとはしませんでした。この他シンディは過量服薬で自殺を図ったことがあるのですが、目を覚ますと自殺するつもりはなかったと語り、言動に矛盾が現れていました。そしてストーカー被害が始まって3年が経とうという頃、シンディの自宅はたびたび不審火に見舞われるように。その現場へ駆けつけた警察は彼女の自作自演の有力な証拠を見つけるんです。1985年8月21日、火災の通報を受けて駆けつけた警察官は必死に被害を訴えるシンディの様子に首をかしげていた。犬の散歩から帰ってきたら火がつけられてたんです。彼女がそうやって騒ぎ立てるのはここ1ヶ月ですでに3度目。ストーカーが放火にまで及ぶ事態がここまで頻発することは警察にとってにわかには信じがたいことだった。犯人はトイレの窓から侵入したに違いありません。シンディの言う通り、トイレの窓は半分開いた状態になっていた。さらにトイレには新聞紙の燃えかすが落ちており、犯人はそこで火をつけてすぐに逃走したようにも見えた。しかし犯人が出入りしたとみられるその窓に近づいた瞬間、警察ははっきりとシンディの自作自演を確信した。なぜなら犯人が足をかけたはずのその窓枠には触れられた形跡のない埃がびっしり積もっていたから。自分で火をつけて自分で通報したってこと？おそらくはそうなんです。この後ね、ストーカー被害を訴え続けたシンディは最後は亡くなってしまうんですけれども、これもですね、自殺の線が濃厚とされてるんです。ただ実は一つだけ不可解な事実が残っているんです。ストーカー被害が始まって7年目の1989年4月から5月にかけ、シンディは2度不法侵入の被害を通報。その後5月25日に失踪した彼女は2週間後、両手足を拘束された状態で薬漬けの遺体となって発見されたんです。死の間際までストーカー被害を訴え続けたシンディの検視は40日間にも及び、その間総勢80人以上の証言が集められました。この検視の期間はブリティッシュコロンビア州でも最長かつ費用も過去最高額で日本円換算で1億円以上に上ったんです。法廷では専門家によって薬の効果が出始めるまでの3分以内に保具体の結び方で自分自身の手足を結べることも実演されました。この他シンディの乖離性同一性障害については幼少期のトラウマが原因になったともされ、父親の性的暴行の可能性も議論されています。そして実は一つだけシンディの自殺を否定する説も挙げられていました。その意見を述べたのはシンディからストーカーの調査を依頼されていた私立探偵オジー・カバン。彼が着目したのはシンディの遺体の左半身にあった血液の沈着。遺体の左半身に血液が溜まっていた事実は遺体が長時間左向きに横たわっていたことを表すもの。しかしシンディは遺体発見時右向きに横たわっていたんです。カバンが指摘した左半身の血液の沈着は何者かが彼女の死後遺体の向きを変えたことを物語っていました。結局シンディが自殺だったのか他殺だったのか明確な答えは出されておらず、審問の結果は不明な出来事と結論付けられているんです。生前のシンディの行動を振り返ってみると、彼女のストーカー被害が自作自演である可能性は確かに拭えません。一方多くの関係者がそう疑う中で、もしシンディの被害が本当だとしたら誰にも信じてもらえない彼女の絶望は想像を絶するものだったはず。あなたは彼女のようにどれだけ本当だと訴えても信じてもらえなかった経験はありませんか？